こんにちは。レジェンドコンペ7終わりましたね。今回は、期間内に、その他の用事も色々あって参加できる日が2日ぐらいしかなかったので、エメラルドまで上げたらやめました。今回のルールは、最初からモンスタートラック所持、これをどう使うかで迷って、うまく使えず勝てなかった人も多いでしょう。そこで、今回は、使用タイミングが違う3つの試合をピックアップして、どのように動くべきかを解説します。今後似たようなルールの時は役に立つかもしれません。第1試合は、自分が一番後ろではないものの、後方からスタート。こういう時は、一旦出遅れて様子を見ます。こうやって下がってしまえば、真っ先に攻撃を受けることはありませんからね。攻撃を受けてしまうと、リングも少ない状態でスタートとなるため、多少置いていかれるとはいえ、選択肢としてはありかと思います。じゃあ、この持っているモントラをどこで使うかについてですが、全体攻撃が来るまで温存で良いと思います。ただし、これはカスタムや自分のプレイスキルでアイテムを使わなくとも前に出れる場合は前提です。もし苦手だったり他のアイテムを使う必要がある場合はダート起点とかダメージが多い場所を抜けるのに使うとリングを集めて上がりやすくなるでしょう。ここからしばらく試合の流れ的に話すことがないので今回の環境解説でも基本的には前回と変わらずハイパーエンジン上下はあっては上位体ではほぼ固定ですね。そもそも前回の EX ガジェットルールの時も普段の最強カスタムがそのまま使われていましたし1個程度じゃどうしようもないですよね。このままでは今後もなかなか変わりそうにないので次回のバランス調整や新たなガジェットに期待ですね。ちなみに最終ランキングはかなり変わっていて今までトップ10入り確実な人も何人か20位以下まで落ちていたり主流のカスタムは変わらずともアイテムが影響した上での実力差自体はしっかり出ていたようですね。ただ、一応、今回も10位以内になれた人の意見を見ると、最終的に思ったことは、運要素の方が大事だそうです。それと、実力に関係なく、この環境ならではの問題として、モンスタートラック同士の衝突は、大きく横に飛ぶことでしょうか。これにより、思わぬ場所でコースアウトしたりすることも多く、なかなか苦戦させられていた人も多い印象です。レース終盤、モンスタートラックは保持したままですね。攻撃が来なければ最後まで保持したいですが、多分そうはいかないでしょう。幸い、このコースが青ボックスに複数あるので、使わされた後の補充が効きそうですね。トップだと、持続が短くても、こういった時に嬉しい。スライムをやり過ごしました。ブームで来てないのがちょっと不安ですが、ここは、ブースト1個で、厄介な攻撃はやり過ごせると信じて、青ボックスよりもインコース優先で行きましょうか。ボムは微妙ですが、まあ防げないわけじゃないので、うまく使いたいですね。来ない気がするので、ブーストを抱えるよりも、使ってダートカットしますが、攻撃受けたら、その時は仕方ない。ノーアラート系やラグ警戒で一応後ろまで。運よく完全勝利だったんですが、モンスタートラックを保持して自分が前に出た時のパターンとしては良かったと思います。やっぱり、序盤で、裏にブーストを持ったまま上がることができると、無敵とトップ狙い系アイテム回避可能で安定感が出ますね。じゃあ、次の試合に行きましょう。次は、一番後ろからスタートしますが、前回と違ってガジェットがスリップストリームボーナス型なので、相手の後ろについていく必要があります。こんな環境ですが、どんな感じで追いかけるのか、その解説ができればと思います。今回は、スリップストリームを切らすのが良くないので、出だしは、普通にスタートダッシュして走ります。使われる感じはないので、リングが溜まるまでは、ハイキープで良さそう。何人か使ったのですが、距離があるので、まだ、様子見。それよりも、ロックバスターが裏についたことが心配。保持を選ぶと、高確率でこれが付きまとうのがライリーキャッスルならではですね。壁沿いとかを走って踏まれることはないものの、裏がバスターなのか、トラック自体の加速効果はあまりないので、どこかでうまく使いたいところ。とは言っても、今中間で使っても時速は微妙だし、その後のアイテムも絶対いいのしてないから悩みますね。上位が密集なので、まだどうなるか全然読めません。もう少し様子を見た方がいいですね。強いがドリルとかも最低ラインだし、トップ層が離れすぎると取り返しがつかないので、こ
こで使いましょう。ウィンドを集めつつ、3周目の勝負に向けてアイテムも揃えなくては。2周目が前と同じく普通に走って備えるだけになっているので、この間に少し結果のお話を。最終結果ですが、今回は冒頭でも話したように参加できる時間がほぼなかったので、誠意にも残れないと思って覚悟していたのですが、最後のポイントがちょっと大きかったおかげか、961位で踏ん張っていました。称号はないものの、ランキングは今のところ過去のものも公開されている上に誠意まで表示されているので、今回も乗ることができたのは一応嬉しいですかね。前回に比べると1857が最低ラインのところまでは確認できたものの、エメラルド到達者は相当減ってそうですね。上位層はいつものように研究して頑張っていましたが、エメラルド到達さえできればぐらいの階層からすると運要素強めとかでやっぱり疲れて諦めてしまった人が多いのかな。あとは前回に比べて開催員数が減ってるのも普通に原因かなと思いますけど、普通に夏休みのイベントとかが多い日が重なってたのも厳しい感じ。仕事柄や趣味次第ではほぼ拘束されてる人もいただろうし。さて3周目中盤ですが、リングは守りきっており、トップが圧倒的独走ってこともないので、まだまだ諦めるような状況ではありませんね。今のボックス目指しは痛いですが、一応この後もあるので。モンスタートラック引きましたが、これは即使用。機械のトラックは時速が長いですからね。使い得でしかない。1位は先に言いますが、ゴール前が荒れていたこともあってか、2位ぐらいまで上がったのでは。ゴール前の被弾はラグが出やすいから最後までドキドキですね。結果は3位でした。結構やれたと思います。モンスタートラックが遅れそうなら使ってそれ以上遅れないように、終盤引いたらさっさと使ってその無敵時間の長さで安定して前に出ましょうという回でした。冒頭の6が抜けてますが、今回は9位からスタート。後ろにもそれなりにいるので出遅れるか迷うところですね。半端な位置で何とも判断に迷いましたので、とりあえず前に出ようかと。ダークチャオでみんな使いましたね。開幕ダークチャオを使われた5杯の対処なのですが、合わせて使うので正解です。理由としては、序盤のアイテム抽選は制限がかかっているので我慢してもらったところで、ブーストやカッターぐらいしか出ない。リングを失うことの方が損失なので、一応あえて受ける選択肢として頑張れおもちゃを装備している時なら開幕ダークチャオの抽選でおもちゃをが出る可能性はあるので、それで出だしが良くなることはあります。ただ実際使ってみて思ったのは、今回の環境だとおもちゃは無敵や瞬間的な加速ができない分、どうしても事故が発生しやすく活躍できない気はしました。エメラルド到達までと割り切るにしても厳しかったです。レーザーを手に入れましたが、前が少し離れていて保持して上がるのは厳しそうなので使ってしまいましょう。敵にターンはショートカットが複数あるのでブーストはそこで使うかも。なのでもう1回ぐらい効果があるかな。ブーブはなかなか良い場所で発動してくれましたね。このタイミングだとレース終盤にもう1回来そうなのがちょっと不安ですが、アイテム回避目的で使ったけど今もしかしたら使わなかったら起きてた。ただあそこのショートカット意外と伸びる補正みたいなのがあるので届いてた気がします。トップになってしまいましたね。ブーストの補充とかは無理そうだし、手持ちだけで守りながらゴールするのを考えた方が良さそう。ファストチャージとステータスアップがあるので直線ドリフトしてますが、壁にこすって見事にリング100枚切ってますね。普通に走った方が良さそう。カッター捨てたけど冷静に考えたら保持して強い相手に構えて上がってきたやつに投げて強制的に使わせるか破壊した方が良かったですね。ダークチャオが来ましたね。これで保持していた人はもう計画が崩れてます。ブーストがもらえたのは良い感じ。ゴール前まで持っていければショートカットできます。ただゴール前のダートを無防備というのはこのコースで一番逆転されやすいところでもあります。もう半分はエンダのみですね。裏はパンチ、ロックオンもない。これは行くしかない。守りきって1位です。アイテムをどう切り替えて自分への被害を減らすかが分かりやすい試合でしたね。じゃあ今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。